おお、でかい。いいんじゃない、いいんじゃない。そんなちっちゃくないよ。アウトスター、アウトスター。やっぱ弱めの波動がいいよね。さあ、いよいよ発売となったアウトスター 120S。 こちらのルアー、結構僕のわがままというか、僕がこんなルアーが欲しいっていうところで泉工場長に相談して作ったルアーなんですけれども、その開発コンセプトはめちゃめちゃ飛んで表層をゆっくり引けるルアー、しかも泳ぎも姿勢もよくっていうのがこのルアーの開発コンセプトでした。言葉でするのはね結構簡単なんですけれども、実際全て搭載しようと思うと非常に難しい。今言ったことっていうのは基本的に相反する能力なんですよね。遠くに飛ばそうと思ったら重くしたい、そして重心を後ろにしたいですけれども、重くすればするほどアクションっていうのは悪くなるし、レンジも深くなる。重心を後ろにすればするほど飛ぶんですけどお尻が下がった泳ぎになっちゃう。これを飛距離はそのままになるべく姿勢よく泳がせたい。それをね高次元で高水準で搭載できたのがこのアウトスターだと思ってます。で、どんな時に使いたいかっていうと、よく皆さん例えば手前の難しい魚、ベイトがちっちゃかったり、よくルアー見てきたりする時に小型のねミノ8センチぐらい 10g 以下のミノとか 10g ぐらいの新片使うと思うんですけど、小型のクワスのルアーが届かない範囲、 50m、60m、70m、80m、そこの範囲を取るルアーっていうのがこのアウトスターです。例えばですよ、ちょっとねこれ結構言葉で説明するのが難しいんですけど、小型ルアー、小型新片を捕食してる魚っていうのは空ゾーン、魚のストライクゾーンっていうがいいのかな、が狭いです。その繊細なルアーがど真ん中だとしたら、それを僕の経験上外さないギリギリのところ、ギリギリのアクション設計にしてます。もちろんこれがこの真ん中に近づけようと思えばもちろん簡単にできるんですけど、その分飛距離が出なくなるんですよね。そこの微妙なバランス、この枠、ストライクゾーンは超えないけど超えない範囲で飛ぶように作ってあります。今までどうしてたかっていうと、ヘビー新片、1オンスぐらいのヘビー新片を飛ばして、もちろん飛距離はそれでクリアできます。ただ重たいんで必死にね腕上げながらなるべく上を維持しながら巻いてたり、ジョルティ22をこれも同じく頑張って腕上げて巻いてたり。ただそれでももっといるだろうって、取りきれてないだろうって思う場面がやっぱ多々あるんですよね。そんな遠くの表層をゆっくりかつ姿勢よく、そしてもう一個こだわったのがね、この細身であるってところですね。やっぱりねちっちゃいベイト食べてたり、明暗エリアだと魚からルアーがよく見えるので細身が強くなる傾向が多いです。なのでこの細身のシルエットっていうのは開発当初から一度も変わらないコンセプトです。そしてただ巻きだけじゃ面白くないと思いまして、意図的にちょっと竿を煽るとウェイトが離れるようになってます。これもね微妙なマグネットとかウェイトボールの種類で磁力を調整して離れるようにしました。これによってトゥイッチもしくは軽いジャークをしてあげると、このアウトスター左右にダートします。これがただ巻きだけじゃ食わない魚はなんか絶対いるのにちょっと食わないな、魚入れる前でちょっとだけダートさせてみようとか、あとは、レンジ上げるのにも有効です。トゥイッチすると頭を少し出すようなアクションをします。これがねシーバスはもちろん青物にも絶大に効きます。そういったイワシについてる魚にも非常に有効なので、ぜひ試していただきたいです。最後に使い方としてマグネット式移動重心システム搭載していると言いました。なので6つの玉が全て後方にキャストの際移動します。ここから泳がせる時に一度竿を煽ってください。そうすることによってルアーの頭が下を向きます。
でウェイトが全部戻って泳ぎ始めます。なのでアングラーさんにやっていただきたいこと、一つはウェイトをしっかり戻してから使ってください。ということでアウトスター 120S、 名前の通り沖の人気者と名付けました。もうこれが爆発的に効くタイミングシーンがあると思いますので、ぜひ皆さん使ってみてください。